るための三大要素は、セールパワーの中心を表す CE、身体重心を表す WT、ボード抵抗の中心を表す CLR で表示されます。セールのドラフトが安定しているということは、セールパワーの中心が変化しないということになり、セーリングを楽にさせます。身体重心は常にセールパワーの中心線上に合わせるようにフォームを作ります。この場合、ボード抵抗の中心はボードのテールに集中しています。ボードスピードが上がると、セールパワーのポイントからハーネスポイントを通して伸びた直線は、身体中心の重心を得ることによりバランスよくボードの接水抵抗をこのように後方に移動させます。それに伴い、セールを後方に引き込むことをアフターレイキと言います。アフターレイキはセールを無理やり引き込むということではなく、体全体でバランスを保ちながら風に合わせるようにして上半身をリラックスすることも大切です。重心をできるだけボードの外側に置き、ボードに体重を乗せないようにします。失速しそうになったら少し下らせます。波の力を利用しながらパンピングをして下り、マイストラップ、ハーネスをかけます。両手は軽くブームに添えるようにしましょう。アビームから徐々にクローズを取る場合は、ブーム手側の肩を風上方向に突き出し、ハーネスとセールのカイトを利用して登ります。セールは閉じすぎると失速の原因になるので注意しましょう。
クローズ方向にボードを向けると揚力が減少するため、その後のクローズスピードが低下してしまいます。微風でも風上に登るとうねりがきつくなり、ボードが暴れてしまいます。目線は少し遠くを見ることで正確なラインを取ることができます。頭は水平に保つようにしましょう。ブローが切れたら失速する前に素早くハーネスを外すと同時にストラップから足を抜き、ボードの中心に戻ります。大切なことは、上半身をセールに近づけるように体を起こし、膝を柔軟に保ちながらボードトリムをキープします。ハイクアウトした順風フォームでは、肩が腰より風上側にあります。強風時にはこの肩が腰の上に来るぐらいまで背中を丸めて上体を起こします。背筋を伸ばしきってしまうとハーネスからパワーが抜けるので注意しましょう。順風フォームに比べ強風フォームでは大きく肘を曲げブームを絞り込むようにします。こうすることでセールを引き込むのではなく、セールを上から下に押さえつける力が生まれるのです。強風フォームにもかかわらず前に飛ばされそうになったら膝を伸ばして抵抗してみましょう。ただし突っ張りすぎはスピードが落ちるので注意してください。背中を丸めると腰の位置は自然に落ちます。その位置でへそを中心に腹筋を使ってハーネスを引けば、上体を起こしていても大きなパワーでセールを引き込むことができる。体全体で引こうとすると背中が伸びて強風フォームが順風フォームに戻ってしまいます。限界を超えるオーバーブローに見舞われたら少しセールを開いて対処してみましょう。十分に肘を曲げてもテンションが抜けないように、強風ではハーネスラインを短めにセッティングします。ボードが暴れるのはセールの引き込みが甘いからです。セールを閉じればマストがノーズを押さえてくれる状態を作ります。下るのはさほど難しいことではありません。前足をノーズ方向に伸ばし、後ろ足を曲げてそこに重心を乗せればいいのです。過度のプレッシャーはスピンアウトの原因になるので注意しましょう。チョッピーな海面のダウンウィンドではハーネスに常にテンションをかけていないと外れてしまいます。これらのことに気をつけながら安全なセーリングを楽しんでください。
对呀，那个校车。